ではね、ちょっとこの前、M2 でね、フェールセーフの話しましたんで、まだアップしたかな。3時26分ですけど、今度ね、ちょっと試しに、これなら、まあ、落ちても壊れにくいんでね、こちらの方で設定します。このね、X6 ではフェールセーフがついてなかったんで、ちょっとね、設定できないんで、説明ができないんですけどね、電池なくなるんで、切ります。はい、スイッチ入れます。一応、モデルをね、名前入ってますね。んでもって、フェールセーフチェック、フェールセーフ。はい。押します。スロットルだけ入ってますね、20%。で、他は入ってないですけど、ちょっと入れてみましょう。フェールセーフ。まあ、とりあえずね、フェールセーフ、要は、濃厚になった時に機体をどう操作させるかっていうかね、まあ、あちらの受信機の方に内蔵している設定、まあ、こちらの設定なんですけど、こちらをね、フェールセーフの設定入れると、向こうが記憶してるんで、濃厚になった時、その設定で機体がね、操作されますんでね、このフェールセーフ、これがね、これ確か2種類あったと思うんですけど、ホールドっていうのがあったはずなんだけど、多分ノーマルがホールドかな。で、まあ、スティックを、センターから若干下気味ですね。上だと、濃厚になった瞬間にね、どんどん上に上昇していくんでね、下げる感じで、ちょっとゆっくり下ろす感じ。で、エルロン、エレベーター、ラダーはニュートラル。で、スイッチですね。スイッチは一応6軸に入れておきます。で、ノーマルモードですね。はい。モーターカットも入れてません。はい。で、この状態でフェールセーフ設定していきますけど、この状態か。この状態で長押し。はい。0ですね。エレベーター。同じように。はい。0。まあ、プラスかマイナスになったんだけど、まあ、ほぼ0なんでね、関係ないです。で、スロットルですね。今、アクトになってますけど、これを長押しすると 46%。要は、スティックが 46% ってことになりますので、スロットルがね、スロットルカーブまた変わるとね、また変わると思いますけどね、ラダーですね。ラダーも変えてフェールセーフ。はい。これはプラスですけど関係ないです。で、ごちゃんですね。ごちゃんが肝心ですね。フェールセーフ、長押し。はい。91ですね。この辺は数字はね、もう、なんだ、半分以上もう50以上でやれば確かいいと思うはず。要は、スイッチが、この問題なんでね、今ここの位置がまあ91ですよっていう感じなんでね。で、6ですね、ピッチ。これも長押し。はい、マイナス30になってます。これもスロットル、ピッチカーブによってね、変わりますんでね。要はこの今、スティックがセンターでちょっと下がってる位置が、マイナス32ですよっていうことになります。はい。つまりこの状態で、まあ、これで今、フェールセーフ設定が終わりました。ということで、これでね、あれこれ3軸かな ?3 軸だな。多分これ3軸だよね。やっちゃったっけ？はい。自分の方はちょっとわかんなくなりましたね。上にスイッチをね、6軸設定にして、まあ、こうね、動画で見せる時があるんで、基本自分ね、上でね、3軸なんですよ。基本6軸はあんまし使わないんで。なので、この状態で、これ3軸だね。これで6軸だ。うん。傾けてスイッチを入れると水平になろうとするんで、これで6軸ですね。まあ、同じようにね、こうスロットル回しながら、若干回しながらスイッチを入れると、こう水平になりますんでね。水平になろうとすると、これ6軸なんで、合ってます。はい。
今スイッチをね下げた状態、これが下げた状態で今設定しましたんで、つまり3軸で飛ばしてても濃厚になった瞬間にこう機体がねもう傾いてても、よく風とかでねこう傾いてても水平になりますんでね、それをちょっと確認していこうかなと思います。ちょっと今日風があるんでね、本当はねあんましよろしくないんだよな。なので風上の方で一旦やりますけど、これどうだろう、いつ回復の速さが分かんないとね、この前みたいにねなんか失敗するんでね、なんだあれ、赤いやつ、はい、一応ちょっとこの状態で、そっか、回すと逆に今ねこう今ちょっとモーターカット入れます。でこれでね少しね上げてテストして切ろうとすると、この設定したところまでねスロットルが逆に上がってしまうんで、ある意味危険なんで、ぶっつけ本番いくか。あとは風向きをね間違わないように、そうしないと下のね草の方に行っちゃうんでね。そうか、そうしようか。ちょっとエレベーター打った状態で、そうか、切ってもあれか、モーター回り出すな。一緒ですね。回復をちょっと確認したいんですけど、一応飛ばないからいっか。エレベーターダウンでちょっと確認します。これでもう、電源切ります。はい。回り出すと思うんですけどね。回り出さないね。一応ね、素足は水平になりました。で、ここから回復がどのくらい早いか。もうすぐ、来ましたね。来たけど、一応ね、こちらね、スロットルカットが入ってますよって、今、エラーが来てます。普通ならね、モーター回り出すはずなんだけどな、おかしいな。設定位置にモーター回るんですけど、モーターカットしてたからかな。ちょっと切ってみます。モーターカット解除した状態で切ってみます。多分これで回りますよね。これでね、さっきのね、設定30何%かなまで回る、要は、このぐらい。浮くね。やばいね。これやばいね。どうしようかね。一回抜こうね。モーターカットしてたら、その数値が入っちゃうから、ちょっともう一回設定し直します。長押しして、フェールセーフ。で、スロットルのところで、これがちょっと25% ぐらいのところでやりましょう。で、長押し、39まで下がりました。はい。これで、どうだ？はい。電源入れます。これで、とりあえずね、電源切ると、そのさっきのね、この 25%、この状態ですね。結構回ってんね。はい。とりあえずこれでね、切るとそのぐらい回るはずなんですけど、切りました。回りませんね。なんでだろう。受信機の問題か。双葉によってね、フェールセーフ、でもフェールセーフって普通3ちゃんは最低でもね、かかるはずなんですけど、ちょっと回しましょう。はい。アイドリングから電源切ってみましょう。プッチ。これで分回るはずなんですけど、モーター止まりました。入れます。回りませんね。回復は一旦下げないと回り出さないのか。はい。ちょっと飛ばしてみましょう。はい。じゃあどうしようかな。もう切ってすぐ入れましょうね。風が強いな。おっと。どっちに来るかなこれ。今正面風だと思うんですけどね、まっすぐ、逃げる準備も必要ですね。はい。
今三軸ですね。三軸からのストップカット。はい、今カットしました。はい、入れます。はい、間に合わない。うっさ。すぐ入れないと間に合わないね。モーターが完全にストップしたら、そっか、スロットル一回、入れ直さないといけなかったな。はい。一応これはね、ちょっと実験なんでね、濃厚になったらどうなるかっていう実験なんで、ちょっともう一回、ちょっと今度はすぐにね、ほんと切ったらすぐ入れ直します。そしてスロットルを再開にして、再度、やるけど、まあ、キャリー部は関係ないと思いますんでね。はい。これ切ってもすぐに、ですよね。特にエラーないんでね。はい。じゃあ行きます。これが普通のね、もう M2 とかでやったらもうぶっ壊けるからね。ちょっと、高めで、はい、切ります。はい、入れます。スロットルの上がってるっていうエラーだな、これ。はい。もう普通に、濃厚になる前に回復した感じかな、今のは。ローター回転がね、結構ね、持ってたんでね、ちょっとズレがあるかな。はい、電源カット。1、2、3、はい、オン。ギリセーフだけど、どうだ？間に合った。ギリセーフですね。何？空中分解した。あら、まあ。なんだろう。テールか。テールがすっぽ抜けたんやな、モーターが。また、前一回あったよね、これ。もう最悪だ。ちゃう。モーターがねえや。多分ね、原因としては、一瞬止まったんでね、テールが要は急にまた回り出したのと、あとね、ピッチがね、やっぱし入ってるんで、急にね、トルクがかかって、テールが抑えきれなくなって、くるくる回った勢いで、テールモーターが発射したっていう感じかな。またこれハンダ付けだね。とりあえずは一応、あれだね。検証も大変だ。ちょっとね、テールのね、ワイヤーが巻きついちゃってるんで、これじゃあローターも回らないけどね。よいしょ。配線はね、モーターの付け根だけ切れた感じですね。リンケージは大丈夫。ただ結構フルに巻き込んでます。これ多分 K110 だからこういう風になったんだと思うんですけど、でもあれか、普通ならね、想像っていうか、普通なら、そのスロットルがそこまでね、下がって、から、こうゆっくりね、降りるはずなんですけど、どうもこれに関してはちょっと、理屈が通用してないです。ですね。完全に、すぐね、スイッチを、ある意味電波がすぐ回復すれば、やべえ、ローターグリップいっちゃってんな。ここローターグリップはいっちゃってます。結構重症。もともとね、ちょっとね、割れてたんでね、この亀裂。ちょっとズームできるかい？ちょっとね、何回も落としてるんでね、亀裂はあったんですけど、とうとう、そこは関係なく、別の理由でへし折れてるからね、ここ。はい。これちょっと修理ですな。今、いいのはこの K110 ってね、部品がね、手に入りやすいのでね、今、アラインとかがね、ちょっと部品手に入りにくいんで、ゴブリンはゴブリンで、ちょっとね、また、大変かな。とりあえず刺しときましょう。
んで、これは多分どうなってんだろう。なんかリンケージがすごいねじれちゃってんだけど、なんでだろうね。ガイドからこうか。相当ねじれてましたね。はい。グリップは片方だけ折れてます。かといってもね、まあ、反対側ももうちょっとね、やばいんでね、多分両方変えた方がいいかな。はい。またちょっと、これ、一時突破線かな。多分部品、前一回ね、これ割ってるんで、一個はあるはずなんですけど、まあ、それでもいいか。うん。まあ、そう、無理に負荷かからないと思うんでね。とりあえずまたテールモーターだけはちょっとね、これ根元から白はなんとか線残ってるけど、もう黒の方が根元からいっちゃってるんで、変えた方がいいですね。まあここは開けてから、まあハンダ付けも大変だと思うんでね。はい。予備もありますし、なんとかなりましょう。ということで、バッテリー抜けてないけど、とりあえず以上です。